こんにちは。今回はバブル期に作られた旧レジャーランドへ向かいます。この旧レジャーランドのある町は炭鉱で栄え、最盛期は人口が7万人まで増加し、急激な発展を遂げました。しかし、エネルギー革命で炭鉱の閉山が相次ぎ、炭鉱という主要産業を失ったこの町は観光事業に力を入れました。炭鉱の町だったところは閉山後には観光事業に力を入れるところが多くありましたが、大体がうまくいかず失敗に終わっています。そのレジャーランドがある町は炭鉱で繁栄した北海道芦別市で、バブル期に作られたレジャーランドの名前は芦別レジャーランドです。左側に巨大な観音様と五重塔が見えてきました。あそこが旧芦別レジャーランドです。芦別レジャーランドは何度か所有者が変わり、現在は宗教法人天徳育成会が所有しています。オープン当初はこの巨大な観音様と五重塔はあまりにもインパクトがあったので話題になりました。芦別レジャーランドとして華々しくオープンしましたが、経営がうまくいかず、経営を立て直すために新たな施設を建設し、所有者が何度か変わり、結局うまくいかずに今に至ります。この芦別レジャーランドについて紐解いていきましょう。芦別市は炭鉱で栄えた町でしたが、1950年から1960年代に起きたエネルギー革命により、エネルギーが石炭から石油に変わったため、芦別市の主要産業である炭鉱が相次いで閉山になりました。芦別市は新たな産業として観光事業に力を入れ、1970年に市内の有志ら160人の出資により、資本金9350万円で敷地11万坪、総工費4億円をかけて芦別レジャーランドを開園しました。敷地内にはたくさんの施設が設けられ、宴会、婚礼施設を備えたホテルや温水プール、ショーステージ、ボウリング場、熱帯植物園、屋外遊園地、大浴場、喫茶、ダンスホール、遊具コーナー、ゴーカート、ポニー牧場、ボート遊覧船などがありました。これだけの施設があり、テレビ CM で宣伝を行い、来場者が見込めると想定していましたが、日曜、祝日以外は来場者が少なく、思うような結果は出ませんでした。思うような結果を出せなかった芦別レジャーランドは、来場者を増やすため、1973年に芦別山の名石200個以上を用いた名石大浴場や、1974年に干支の神様を祀った寺院、神社群が敷地内に建てられた美しい庭園のような12支園を建設し、1978年にホテル五重塔を建設しました。ホテル五重塔は奈良県にある法隆寺の五重塔をモチーフとした宿泊棟です。五重塔は11階建てで高さ 56.5 メートルで、和室の客室が全43室あり、2階にロビーがあり、10階と11階の2層吹き抜けの展望台を設け、室内に彫像類を展示するとともに、園内や芦別市街を一望することができました。その他にも、洋風大宴会場や、日本庭園大浴場や、ギリシャ神殿大浴場、1985年にはジャンボプールを建設し、ありとあらゆる年齢層をターゲットに施設を増やしました。この時点で、いろいろな施設を建設していますが、経営を立て直すためとはいえ、やりすぎのような気がします。芦別レジャーランドは、この後も施設を増やしていきます。1988年には、施設名のレジャーランドという言葉に古いイメージがあるということで、テーマパーク的なイメージを強調し、会社名と施設名を北の都
芦別に改称し、再スタートを切りました。1989年には世界平和や北海道の発展の願いを込めて北海道大観音が建設されました。この大観音は世界平和や北海道の発展の願いを込めているせいか、当時としては日本一の高さ88メートルを誇っており、総工費は約30億円という膨大な建設費を投じました。開業当時は有料公開されており、エレベーターで頭頂部まで登ることができ、中には大小の観音像や本尊が安置され、最上階には大観音展望台が設置されていました。北海道大観音を建設するにあたって、北の都芦別はモノレールを設置しました。モノレールがあった頃はこんな感じでした。写真がないのでイラストになります。モノレールは北の都芦別の本館3階から北海道大観音をつなぎ、路線長550メートルで車両は3両編成で定員は80名でした。乗車券は運行休止時点で大観音拝観料などとセットで600円で販売され、開業当時はアトラクションとしても人気を博し、年間50万人もの来場者が訪れました。しかし老朽化と多額の修繕費を理由に1999年6月に運行を停止し、以降は自動車による送迎に変更され、運行を休止したモノレールはしばらくはそのままでしたが、2008年頃に解体されました。モノレールはなくなりましたが、北の都芦別の本館の駅と北海道大観音の駅の2つの廃駅が今も残されています。ここは北の都芦別の本館の駅跡です。ここの部分がモノレールの進入口です。現役の時はここから北海道大観音の駅までモノレールが走っていました。巨大観音やモノレール、五重塔などの豪華な施設が立ち並ぶ光景はインパクトがあり、1990年には約17億円の売り上げを記録しましたが、この頃になると公共温泉の増加や景気の悪化に伴い売り上げが減少し、経営が悪化していきました。経営を立て直すために1993年にはホテル33元堂を建設します。来場者が減少している中でホテルを建設するのは逆効果ですが、北の都芦別は豪華な施設を増やすことによって来場者を増加させる考えだったと思われます。ホテル33元堂は京都府の33元堂をモチーフとしたホテルで、2階建てで洋室が4室、和室が52室で、屋根には本瓦6万枚を使用し、平等院の鳳凰を制作した職人による鳳凰像や、廊下には幅3メートル、長さ80メートルの絨毯や、セラミック処理の花天井へ1600枚が設置され、客室には大理石彩色の掛け軸や九谷焼の大型花瓶などを置き、2階ロビーには戦国武将のレプリカ甲冑が展示されている豪華なホテルでした。これで北の都芦別は日本のことを思わせる主要施設群が完成し、道内のヘルスセンターやテーマパークの先駆けとなりましたが、経営は悪化の一途をたどりました。2004年に子会社として有限会社ランドを設立し、累積債務の整理と経営再建を計画し、2007年1月に北の都芦別を清算し、ランドに経営権を譲り渡し、施設も3月に同社が1億円で落札し、4月から経営に乗り出しました。2008年4月8日に母体だった株式会社北の都芦別が特別清算を受け、2008年11月までランドが営業しました。しかしその後も経営は安定せず、不動産所有権が福島県の豊島ガラスに移り、芦別市内のアイカムにより
営業を継続するも赤字が続き、2011年10月29日に経営元の株式会社アイカムが撤退するため、10月31日をもって休業となり、従業員は全て退職という報道がありましたが、後に公式ウェブサイトにおいて12月12日12時から営業再開と告知され、休業期間は41日間で終了し、規模を縮小して再開になりました。その後、東京のアトリー傘下の企業である奈良県の教育研修事業などを行うアコンプが施設を買収し、2012年6月に全不動産の譲渡を受け、8月からは合宿・教育訓練に特化した宿泊施設ライフステージホテルテントへ改名しました。ここに1970年に開園した芦別レジャーランドから続く北の都芦別は43年の歴史に幕を閉じました。そんな中、2013年1月に石川県金沢市の曹洞宗系の宗教法人天徳育成会が巨大観音のみを購入しました。同時にアコンプから天徳育成会がホテル部分を借り受けました。ホテル部分を借り受けたのが宗教団体天徳育成会のため、ホテルとしての使用ができなくなり、2013年8月末にライフステージホテルテントの営業は終了となりました。わずか1年で営業を終了したライフステージホテルテントですが、一時期はテレビ CM で宣伝して集客を見込んでいましたが、事業の見通しが立たなかったようです。その後の2013年末以降は天徳育成会にホテルや住2支援を無償貸与され、芦別レジャーランドだった施設は宗教法人天徳育成会北海道分院となりました。この施設は現在も天徳育成会北海道分院として使用されていて、参拝に行くと中に入れるようです。芦別レジャーランドは大きなプロジェクトとしてスタートしましたが、オープン当初から思うような結果を出すことができませんでした。なんとか経営を立て直すために、巨大観音やモノレール、ホテルを建設して大きな施設へと変貌しましたが、来場者を増やすことができず、うまくいくことはありませんでした。バブル期に建てられた施設は廃墟化することが多いですが、芦別レジャーランドは最終的に宗教法人が現在も所有しているので良かったのかもしれません。もしこれだけの大きな施設が廃墟化していたら後始末が大変です。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。